皆さんこんにちは。今回の旅は京都府の舞鶴。舞鶴といえば定番の観光スポットが目白押し。もちろんそれも素敵なんですが、実はその傍らで息づく日常にもお宝満載、心が整う癒しスポットも目白押しです。行ったことないのになぜか懐かしい気持ちになれる街、そんな自然体の舞鶴をゆっくり歩いて巡ります。ということで、大阪梅田から高速バスで移動中です。電車より早くて運賃もお手頃なので、今回はバス移動にしました。東舞鶴までおよそ2時間。とっても快適で、ここだけの話、めっちゃ寝ました。高速道路を降りて街の景色が見えてきました。今回訪れる場所がちらほら現れて、まるで予告編を見てるようです。まもなく東舞鶴駅前へ到着です。お降りの際、お忘れ物などはございませんよう。 JR 東舞鶴駅に到着。バスに別れを告げて振り返ると、すぐそこまで迫ってる山がホーム越しに見えて、来たことないけどなんだか懐かしい景色。里帰り気分が一気に高まります。自分の里じゃないのに。それが舞鶴のいいところ。ちょっと中も覗いてみます。自動改札機がなくて昔ながらの改札のままです。そして窓口や券売機の下にはレンガがあしらわれています。実は駅前にもこんな立派なモニュメントがあって、文字の後ろはレンガ。そう、この街、レンガをガンガン押してきます。後でその本拠地にも乗り込むので楽しみにしていてください。ただそこはバリバリの観光スポットなので、まずはこのチャンネルらしく、自分の里じゃないのに里帰り気分、味わいに行きます。駅からまっすぐ伸びる道を進むと、三笠通りという看板がありました。この辺りの通り、実は軍艦の名前がついてるんです。なぜ軍艦なのかというと、明治時代、この東舞鶴に海軍の拠点となる鎮守府が置かれたから。鎮守府へつながる道を中心に新しい町ができて、通りの名前はさっきの三笠や八島、敷島と軍艦の名前がずらり。町のあちこちに海軍の歴史が刻まれています。そして歴史を感じる商店街も登場。三条商店街です。道路の両サイドに立派な片側アーケードが続いています。駅からいきなり味わい深いエリア、大興奮です。ここでさらにテンション上がる風景が目に飛び込んできました。八島商店街。入り口のシンプルな文字がかっこいい。八島通りにある渋い商店街です。光がさんさんと降り注ぐ、まさにお手本のようなアーケード。これは感動ものです。ところで頭上にあるこの看板、何の形かわかりますか？一見雲っぽいんですが、違います。ヒントは横に書かれた文字。いくつかご覧いただきますね。どうでしょう？詳しい方はピンときたかもしれません。正解は軍艦です。この商店街の名前にもなっている八島。
明治30年代に活躍した一等戦艦だそうです。町の歴史を商店街が受け継いでいる、そんな印象を受けました。話は変わりますが、緊張の夏、日本の夏、まだ現役なんですね。このキャッチコピーを聞くと、子どもの頃の夏休みを思い出します。家の前で花火をしたこととか、私が寝つくまでおばあちゃんがうちわで仰いでくれたこととか、なんかジーンとします。特別なことをしなくても歩いてるだけでタイムスリップできる商店街巡り、おすすめです。さて、気温がぐんぐん上がってきたので、ちょっと涼みに行きます。電気の力を借りずに涼める場所があるんです。しかも映えスポットです。天然クーラーに向かっています。今年の暑さはおかしいって毎年言ってる気がしますが、今年も例に漏れず、今日も見事な灼熱です。大通りを外れて少し進むと、車の音がしなくなって、セミの大合唱が聞こえてきました。風にそよぐ木々に囲まれて、ひっそりあるのは北水トンネル。明治37年に作られた海軍の施設へ物資を運ぶためのトンネルです。ここを鉄道が通っていました。その時の風景、見たすぎです。そして出ました。舞鶴が激推ししてるレンガ。ちょっとうんちくを言わせてもらうと、レンガの長い面が並ぶ段、短い面が並ぶ段を交互に重ねるイギリス積みが用いられています。じっくり見るとわかりますよね。この積み方は頑丈なんだそうです。それにしても涼しい。そして静か。そしてムーディー。ただの通路にしておくのはもったいないです。バーとかどうでしょう。トンネルバー。このシチュエーションでお酒、絶対最高です。さあ、しっかりリセットできたので、次はエネルギーチャージです。お昼ご飯を食べに行きます。この先、舞鶴といえばの定番観光スポットがあるんですが、全くそんな気配を感じない。もちろん観光地価格ではない。というか逆にリーズナブルな奇跡のお店に伺います。北水トンネルから歩いて10分足らず、やってきたのは舞鶴市役所。奇跡のお店、この中にあります。市役所の食堂です。市役所の食堂か。安くてもしょぼそうと思った皆さん、のんのんのんでございます。ご覧あれ、この品数。定食にカレーに麺類丼、選び放題、迷い放題です。さらに驚くのが日替わり定食540円。もうお値段が昭和レトロ。残念ながら時間が遅かったので売り切れてました。で、今回はちょっと贅沢して650円の定食にしました。熱々の鉄板にハンバーグ、目玉焼き、エビフライにスパゲッティ。これはまさに大人のお子様ランチです。ちゃんと美味しい。そしてこの食堂の特典は職員さんと一緒にご飯を食べられること。以前神戸元町の動画で警察本部の食堂へ行った時もそうだったんですが、現場で働く方と同じ空間にいるとちょっとした社会見学みたいでワクワクします。あと何より海が見えるこのロケーション、これは贅沢です。市役所に用事がなくても来る価値あり、大満足のお昼ご飯でした。さあ、次は目の前に広がる海へ繰り出します。舞鶴ならではの特別な体験が待っています。舞鶴ならではの特別な体験はこちら。
舞鶴湾をめぐる遊覧船です。海上自衛隊の船や造船所など海軍ゆかりの風景を海から眺めることができます。ここで残念なお知らせがあります。本日分のチケット売り切れです。マジか、平日やのに。時間が読めなくて予約してなかったのがあだとなりました。これは諦めきれません。早速明日一番の便を予約します。すぐそばにある赤レンガ博物館でチケットを売ってるらしいので向かいます。それにしても素敵な建物だ。予約方法を伺って無事に完了。明日が楽しみです。せっかくなので舞鶴が推しに推しているレンガの勉強もしていきます。こちらの建物は明治36年、旧海軍の魚雷の倉庫として建てられました。現存する鉄骨レンガ造りの建物としては国内で最も古いものの一つ、国の重要文化財にも指定されています。そりゃ素敵なわけです。レンガご利用しというわけでもなく、いろんな資料があって面白いです。で、私の足が止まったのは、さっきご飯食べたばかりなのに、また食べ物。海軍料理に興味津々です。海軍料理といえば、カレーしか思い浮かばないんですが、いろいろあって驚きました。何でも白米中心の食事による栄養不足で活気が大きな問題になっていたそうです。そこで栄養を補うために洋食を取り入れたのが始まりと言われています。ビーフシチューを再現しようとして肉じゃがが生まれたとか、面白い歴史を知ることができました。床や天井もいい味出していて、建物自体も貴重な展示品。建物からにじみ出る歴史をバッチリ感じました。遊覧船に乗れなくてどうなることかと思いましたが、舞鶴の歴史も垣間見れたし、明日の予約はできたし、結果オーライです。さて、赤レンガの素敵な建物、すぐ近くにもわんさかあるらしいので、ちょっと見に行きます。なんかレンガ中毒になってきてる予感です。博物館を出て海と山に癒されながらのんびり歩いていると、一つまた一つ赤レンガの建物が続々と現れました。明治から大正にかけて建てられた旧海軍の倉庫。いくつかは国の重要文化財に指定されています。これだけ並ぶとその美しさは格別です。現在はイベントホールやカフェ、お土産屋さんなどいろんな用途で活用されています。そんな中で私は統合ビールを堪能しました。苦みが強くて美味しい。でも何といっても一番の楽しみ方はこれ。ただ歩くこと。赤レンガ倉庫に囲まれると一気にタイムスリップできます。自然豊かな景観とノスタルジックな建物、この調和がたまりません。定番観光スポットとして有名ですが、見せるために作られたものじゃない、本物ならではの貫禄があります。100年以上前からある建物を自由に歩けるなんて貴重な体験でした。実はすぐ近くにあと3棟赤レンガ倉庫があるんです。改修されてないので傷みも進んでいて、中には入れないんですが、築120年を超える真の姿を見られるはずだったんですが、残念、修理が始まってました。ここも何かに活用されるんでしょうか。楽しみにしてたリアルな姿を見られず残念だったんですが、その代わり素敵な出会いがありました。
工事中の赤レンガ倉庫から視線を前に移すと、超絶好みの建物が目に入りました。素敵な出会いはこちら、マリンボールです。ボーリングのピンも見えます。めっちゃ低い位置ですが、昨日バスでこの道を通ったのに海ばかり見てて完全に見逃してました。危ない危ない。気づいてよかったです。でも残念ながら営業してません。調べてみると定休日でした。遊覧船に続いてこちらも空振り。舞鶴、簡単には遊ばせてくれません。でもこれは絶対中に入ってみたい。ということでマリンボールも明日に持ち越します。予定がどんどん変わりますが、それも旅の醍醐味。明日の楽しみが増えました。ここで今日お世話になるホテルへ向かいます。バスも出てるんですが、道中に気になる場所があるので歩きます。駅へ向かって10分ちょっと。またまたいい感じの商店街が現れました。ここを歩きたくてバスを見送り、灼熱を浴びました。夕方の商店街は魅力倍増です。続きはまたエンディングでお届けします。で、今日お世話になるホテルはこちら。商店街の中にある。それだけで私にとっては100点満点です。お部屋はこんな感じ。直前の予約でお部屋を選べず。でも、面積なんてどうでもいいんです。お楽しみのビューは、山と町と商店街のアーケードビュー。合格。さらに100点満点を倍に押し上げるサービスがありました。ウェルカムバー。夜9時まで飲み放題です。角杯、浴びるようにいただきました。なんだかんだうまくいかないことはありましたが、終わりよければすべてよし。ということで、1日目終了です。おはようございます。2日目の朝です。まずは昨日の無念を晴らしに行きます。朝の商店街に見送られて出発です。昨日散々歩いたので今日はバスで向かいます。歩いても15分ほどなんですが、バスから見る街もまたいいんです。到着しました。おなじみの市役所前、もう出勤気分です。早速、昨日涙の撤退をした遊覧船に向かいます。今日はバッチリ予約しているので余裕のよっちゃん、水分もしっかり持っていよいよ乗り込みます。
次から次へと現れる海上自衛隊の艦艇、宇宙戦艦ヤマトを思い出さずにはいられません。子供の頃、ヤマトに乗りたかったんですよね。そこで皆さんが乗りたかったものが気になってアンケートを取りました。子供の頃に乗ってみたかったアニメに登場する乗り物を教えてください。舞鶴湾をバックに結果発表です。1位はダントツで銀河鉄道999でした。メーテル付きならなおさら人気爆発だと思います。コメント欄も大爆発。ちょっと見てみましょう。マッハ号とスーパージェッターの流星号が大接戦でした。猫バスも多かったです。他にもそれは思い浮かばなかったがたくさんありました。ハクション大魔王の魔法の絨毯、白影のタコ、ナウシカのメーベ、バビル2世のロプロス、ポセイドン、ロデム。どれも確かに乗りたい。そしてハイジの雲。これも外せません。皆様のコメントでお酒が進みますねという声もあって激しく同意です。そうきたかというのがたくさんあって楽しませてもらいました。以前の動画でどうすればアンケートに参加できますかという問い合わせをいただいたんですが、チャンネル登録をして通知をオンにするとこんなアンケートが届きます。ぜひ一緒にワイワイしましょう。さて、アンケートで盛り上がっている間に30分のクルーズも間もなく終了です。案内は自衛隊 OB の方で裏話あり、ダジャレあり、楽しませてもらいました。あと海から見る舞鶴も一味違う美しさで出直してきてよかったです。心残りはありません。この後はもう一つのミッション、マリンボールが待ってます。が、お腹が空いたのでまずは腹ごしらえ。お昼ご飯にします。マリンボールのすぐそばにある洋食屋さんにやってきました。可愛らしい店構えにつぶらなお目目のシェフがお出迎えしてくれます。いただいたのはちょっと豪華な方のランチ。ハンバーグ、チキンカツ、エビフライにスパゲッティ。まさに大人のお子様ランチです。あれ？昨日もそんなこと言ったような。しまった。昨日の市役所の定食とほとんど同じ内容でした。でもそんなことが気にならないくらい美味しい。むしろ毎日でも大歓迎という美味しさ。お皿にいろいろ乗ってますが、どれも主役級です。ご飯はガス火で、フライ物はオーブンでというこだわりだそうで、そりゃ美味しいわけです。シェフがお一人で切り盛りされているので、タイミングによっては少し待ちますが、まず価値のあるお料理です。店内に流れる心地よいジャズを聴きながら、本格的な洋食をいただく、贅沢な時間を過ごしました。みんなに教えたいような、秘密にしておきたいような、言っちゃいましたけど、素敵なお店でした。さあ、お腹いっぱいになったので、いよいよマリンボールへ向かいます。昨日心をわしづかみにされたあの外観。果たして中はどうなっているのか、楽しみです。では、食べた分動きます。念願かなってマリンボールへ。自動扉を抜けると、そこは昭和でした。マリンボールは1971年、空前のボーリングブームの中で開業。その頃の盛り上がりを彷彿とさせる豪華な作りです。現在、舞鶴唯一のボーリング場だそうです。流行りましたよね、ボーリング。当時の手書きのスコア、そろばんを習っていたのが役に立ちました。ではここで、爽やか律子さん並みの腕前をと言いたいところですが、
残念ながら時間がなくてゲームコーナーで遊ぶことにしました。ゲームコーナーもいい感じにレトロです。食べた分動くんちゃうんかーい。代わりにカニさんに動いてもらいます。景品2つもゲット。この成果が後に役立つこととなります。楽しみにしていてください。現役でこの雰囲気を保ってるなんて、ボーリング場としてだけでなく、マリンボールの存在そのものが魅力。あの頃に戻れる素敵な場所でした。出直してきてよかった。続いて向かうのは、これまた行ったことないのに懐かしい場所。自然体の舞鶴を味わえる素敵な場所です。ここからまたバスで移動です。車窓には気になる景色が次から次へと。もう移動そのものが観光で、途中下車したくなる気持ちと戦っています。そしてやってきたのは吉原入江、舞鶴港へ続く水路、その両岸に連なる漁師町です。静かでノスタルジックな風景が広がっています。この町の始まりは江戸時代。もともとは田辺城の近くにあった漁師町だったんですが、大きな火災があってこの場所へ町ごと移されました。家からそのまま船を出せる船屋、まるで家と海がつながっているような独特な風景です。船屋といえば同じく京都の稲が有名ですが、こちらも負けず劣らず、穴場間では勝ってる気がします。とはいえ、全盛期に立ち並んでいた商店は減り続け、街の様子も少しずつ変わっているようです。それは心配。と思っていたら、とんでもなく貫禄のある建物がありました。大正9年創業の銭湯。もともとは町が運営する共同浴場だったそうです。100年を超えて今も現役バリバリの建物。もうため息しか出てきません。
2階は町の役員たちが使っていた会議室でした。会議の後、みんなでお風呂に入るという平和なシステムだったそうです。お風呂に早く入りたくて会議もはかどったんじゃないでしょうか。今は使われてないんですが、なんと映画国宝のロケが吉原入江で行われた時、出演者やスタッフの休憩所として活躍したそうです。それはすごい。令和に戻れるのか不安になるくらい没入感のある貴重な建物、たっぷり見学させてもらいました。この吉原の景観を未来へ残そうと、現在も街並みを守る取り組みが進められています。市が率先して重要伝統的建造物群保存地区長い、つまり充電圏を目指しているそうです。歩くだけでも楽しい街、まさに自然体の舞鶴を味わえる場所でした。どうかこの景観いつまでも残りますように。観光スポットだけでなく自然体の舞鶴も巡ってきました。街のあちこちに歴史が垣間見えて大切に守られていることを感じました。そして海と共にある暮らしが本当素敵でした。この動画を見て自然体の舞鶴に癒されたいと思ってくれたら嬉しいです。今回訪れた場所は概要欄に載せているので、ぜひ旅のヒントに。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価で応援してください。とっても励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。マリンボールでゲットした満月ポン、帰りの車中でおつまみとなりました。甘辛醤油味、最高です。